1日10時間とか12時間本当にこの作業だけをね本当にやり続けてたから、最初の頃痛くならないためにはどうしなきゃいけないか。肘と肩なわけね。だから僕は手首を痛くなることは一度もない。はい、お疲れ様です。水溜りの北川です。今日もねフェット教室始めていきたいと思います。今回もねちょっと作業しながらのフリートークの回にします。以前ね作品を作るときにもうほらみんな結構女性だったら多いと思うんだけど、結構力入れるから腱鞘炎になったりとかねする人多いと思うので、僕すごい作品数作ってたから、そういう時にどういう風に対処してるんですかなんてね質問があったんだね、以前ね。ちょっとそんなこと話していこうかな今日は。ほんとね、まず大前提としてあるのが、僕やっぱりその男性だし、もともと陸上自衛官だから基本的に体力はそこそこ普通の人よりはあるわけね。でそんな状態だからやっぱりその女性のみんなと同じ体の使い方にはならないんだけれども、でもやっぱりね、そんな僕でもやっぱり作る数が作る数だったから、やっぱり1日10時間とか12時間本当にこの作業だけをね本当にやり続けてたから、最初の頃したらね、やっぱりね肘をおかしくした。最初肘と手首も腱鞘になってね、で痛くて本当に湿布貼ったりしてたんだけど、でそれでもやっぱり作らなきゃいけなかったから、どうしたかっていうと、もう痛くなったら絶対休むことが絶対ね、痛いのにやったらただただ悪化していくだけだから、絶対に痛み始めたなと思ったらやめること、休むこと、まずそれが大前提で、まず痛くならないためにはどうしなきゃいけないかっていう、テクニック的な話というかねをすると、まずね多分ね作業するときに僕のちょっと腕の使い方を見てほしいんだけれども、こんな大きなフォルダーのねやつを使ったりするときってこうやって握ったりするじゃない。でこれ握るとやっぱりおのずと肩とかに力入るから、こうやって本当に強く刺したいときは握ってていいんだけれども、僕は基本的に大体3本の指でこうやって握って、でもうほとんどこれで作業してる。強く握らないようにはしてる。これは無意識でやってるんだけども、握ってないね。で本当に奥まで刺そうと思うときはこうやってやるけれども、だけど奥まで刺す必要ってないから、こんな感じで、今ね肘が浮いてるわけ僕で、こういう状態で今こういう風に刺してるんだけど、多分ねこうやって使ってる人がほとんどだと思うので、これが多分一番使いやすい。なぜかっていうと腕が浮いていて、今自由度がすごく高いから。こういう風に使うんだけど、これって何が起きるかっていうと、多分ね肩に一番負担かかるので、でもその人の刺し方によるな。こうやって手首重視で刺してる人だったら手首痛くなるし、で僕はまっすぐこういう風に刺したいから、こう曲げて刺すわけにいかないじゃない。ニードルをね折れちゃうから。だからまっすぐ刺すためにはってなると、ここはやっぱり固定したいわけじゃない、絶対に。多分ほとんどの人がこうやってやってると思うので、最初のうちはね見えるかな、手首の動き、手首見ててね、手首動いてないでしょ、こういう風に。で最初のうち慣れてない人はここを動かしてると思う。ここでこういう風に手先でこういう風に、これは針折れるし、狙っているところに刺さないから怪我する確率高くなるし、何よりまっすぐ刺せないから。だからもしそういう使い方をしている人がいたら、手首腱鞘炎になっちゃうし危ないから、まず手首を固定してこういう風に刺せるようになることが、僕はいいと思う。ただこれをやると今度どこに負担がかかるかっていうと、肘と肩なわけね。でこうやってやるから基本的には肘支点になるわけ、こうやって。で浮かしてる時は肩と肘両方動かしてるね。で多分肩の方がウエイトが大きくなるから肩重視になるので、この辺の筋肉をすごく使う。だからこの辺が張ってくると思うから、だからどういう風にじゃあ長時間僕が作業できるかっていうと、そのどこが疲れてくるかっていうのを、体の使い方は基本的には分かっているから、だから最初はまず強く握らないようにすること、手首を曲げないようにすること。だから僕は手首が痛くなることは一度もない。で肘と肩が痛くなるから、これは今こうやって自由度が高く動かせる、この肘を浮かせている状態、これである程度作業してたらこうやって固めるでしょ。
これは確かに作業しやすい、すごくね。だけど疲れてくるじゃない。で疲れてきたら、疲れる前に次何するかっていうと、肘をどっかに置く。こういうふうに机とかに肘を置いて、今度肘支点で運動をし始める。それと肩を休ませることができるから。要は使う視点を変えて、使う筋肉を変えてやる。それで負荷を分散させてやるっていうふうにやってるんだね。で肘ついてやりにくい人はこの辺でもいいの、どこでもいいの、なんか作業しやすいようにどっかを物に当て、机とかにテーブルに当てて、こういうふうにやってあげる。で本当に細かくて特に影響ないところだったら別に手首使ってもいいから、こういうふうに手首使ってもいいけど、ただあまりやりすぎるとね、手首は腱鞘炎になっちゃうから、そんなふうにやる。してやっぱり疲れたなと思ったら伸ばしてストレッチしたりするなり、休むなり、気分転換するなりした方がいい。僕は僕ね、こう集中しだしてやったら4時間くらいね、休憩しないでできるの。でそれなぜできるかって言ったら、今までにやってきてることがちょっと違う。やっぱり鍛えられてる。だからできる。なのでみんなはやっぱり定期的に休むっていうことをした方がいい。あとね、フェルトを仕事にしていくとかっていう本当に思ってる人はね、そうなんだけどね、座り仕事でしょ基本。だから絶対に体を動かすことで、偉そうに言ってるけど僕動かせてないから、自衛隊辞めてからね、もう15キロ以上太ったかな、16、17キロ太ったんだけど、今それ戻すのに大変で戻ってないんだけども、で何が悪いかって言ったらね、やっぱりね、運動量一気に減ったから太ってきたのね。でこれも研究でしっかりとデータが出てる話なんだけども、人間は6時間以上座りっぱなしだとね、死亡率が上がるんだって。当然だよね、だって運動しないんだから。だからやっぱりね、定期的に立ち上がって歩き回るとか家事をするとか、ちょっと違うことをした方がやっぱり絶対に、僕みたいにこの何時間も座ってずっとこうやってひたすらやってるのは圧倒的に体に悪いから、そういうのはね、やめた方がいいかな。はい。そんなところでちょっと体の使い方じゃないけど、刺し方、そんな感じかな。あとさ、結構ね、こうやって僕早くバーって刺すでしょ。早くやればいいかって言ったらそんなことなくて、やっぱり確実にこうやってゆっくり刺した方が効果が出る時もあるし、使い分けることをしっかり、もうひたすらこうやってやってりゃいいってもんじゃない。だから無駄に早く動かして体痛めてるだけだから、やっぱ体が資本になってくるから、そこはね、ちゃんと自分の体壊さない、痛めないようにやらなきゃいけないかな。はい、というわけでね、体の使い方はそんな感じでね、僕は使ってるかな。それでもね、やっぱりやってたら、やっぱりね、肩が痛くなってくる。これ肩痛いの多分50肩だと思うんだけども、慢性的に痛くなったりする時があるから、そうなるとね、やっぱり長引いちゃうから、やっぱりね、どっかでちゃんと休み取らなきゃダメ。で、特に本当にこうやって個人事業主とかでね、やろうってしてる人は、やっぱね、自分であえて休み日をちゃんと作ったりとか、休憩時間をちゃんと自分で計画的に使わないと、もうずっと仕事をし続けちゃうから、それと結局、体も壊すしメンタルも良くないから、だからちゃんと休むこと、これ休むのはね、本当にすごく大事。パフォーマンス上がるもんだって。はい、そんな感じで体の使い方のちょっと話だったんだけどね。あとそうだな、なんかあるかな。写真撮影の話。今ね、オンラインレッスンやってて思うんだけど、みんなこう作品の写真できましたって送ってきてくれるんだけど、多分こうやって感じてる人いると思うの。写真に撮ったらなんか現物と違ったように写るって思う人多いと思うんだけど、それなぜかっていうとさ、多分ね、撮影に使ってる機材の話なんだよね。デジカメとか使っている人はまた話は違うんだけど、ほとんどの人スマホで撮ってると思うので、スマホで撮影するときね、機種によるかもしれないけど、でも倍率そのままさ、スマホのカメラで等倍でそのまま1倍のまま撮るじゃない。するとね、レンズってね、魚眼レンズっぽく映るんだよね。だから写真をこうやってボーンって撮ったときに、こう鼻っ柱、このカメラに近い部分がより膨張して映るようになっちゃうから、その傾向が少なからずあるのね。画面出そうか、これ
こんな感じ。これね、で 1.5 倍以上で写すと、その歪みはなくなってくるように感じるから、全然違うでしょ、よく見るとね。だからスマホで撮影するときっていうのは、1.3 とか 1.5 倍以上にして、倍率ね、それで撮った方が歪みなく、正しい形が伝わるから、そういう風にカメラはね、写真撮影はしたらいいんじゃないかなっていうところです。はい、そんなとこね。はい、こんな感じでね、ちょっとね、フリートークではね、ちょっとね、思いついたこと、みんなにね、シェアしておいた方がいいなっていうような話とかをしていくんで、こんなことどうなってるんですかっていう質問あったらね、どんどんコメント欄にね、質問ください。で、それ拾ってね、こういうフリートークの時とかに、答えていこうかなと思うのでね、はい。僕にね、ネタ提供してください。質問来たらね、すぐに答えられる時もあるし、ちょっとね、時間かかっちゃう時もあるけど、でも、なるべくね、こうやって動画にして回答できたら、ね、なんていうかこう、みんなもね、こう、いい情報が手に入ると思うから、結構ね、コメントをくれる人をね、みんないろんなことくれて、で、それに必ず全員回答してるのね。で、ぜひね、コメント欄もね、見てほしいんだよね。こんな質問来てるんだって、それに対して僕答えたりしてるから、そこで得られるものとか、そういう考えなんだとかね、そういうふうに、やっていけばいいんだっていうようなヒントとかもかなり真剣に答えてるんで、とはいえね、なかなかね、コメント欄まで読む人の方が少ないだろうから、だからちょっとね、コメントくれたらこうやって動画にしてみんなにシェアしたいなと思うのでね、はい、どんどんコメントください。はい、そんなところでね、今回の動画はここまでにします。はい、ためになるなと思ったらね、ぜひね、いいねボタンとね、チャンネル登録してない人はね、チャンネル登録してください。もうそれがね、僕のね、やる気につながります。はい。はい、それではね、今回もね、最後までご覧いただきありがとうございました。それではまた。ご覧いただきありがとうございます。このチャンネルは、羊毛フェルト作家を仕事にして生計を立てている僕が、フェルト作家を目指している人や、もっとスキルアップしたい人、そんな人に向けて、リアルな作品の作り方だけではなく、誰も教えてくれない作家になるために必要な考え方、そういったことを発信しているチャンネルです。ぜひね、自分のスキルアップのためにチャンネル登録して活用してください。あと、公式 LINE もやっています。この公式 LINE に登録してくれた方にだけ、僕がやるオンラインレッスンなどの案内が届きます。僕から学んでみたいと思う方は、ぜひね、LINE 登録をお願いします。概要欄にリンクが貼ってあります。そこから登録してください。